どうも、フィッシャーズシルクです。シルクまた何かあったのかと、タイトル見てそう思ったと思います。またというより、今年の初めに、実は起きていたことをですね、なかなか、体調とか崩さないんですよ。普段から結構ね、いろんなことに気をつけてはいるんですけど、今年の、本当に初め、1月らへんかな。これちょっとやばいかもなって思ったことがありまして、タクシーの時みたいに、なんかちょっと事故に巻き込まれちゃったとか、そういうのではないんですけど、今でも忘れないですね。もちろん今年のことだから忘れてたまるかって話なんだけど、僕普段から結構MC とかやったり、結構喋る現場が多いんですよ。もともとおしゃべりな性格だから、結構声は使うんですよね。その時結構、確かに今思い返せばなんだけど、ストレスとかは結構溜まってたんだと思う。本当にいろんなことがあって、1月結構疲れてたのはね、覚えてはいるんですけど、急にね、朝起きたんですよ。で、朝起きたら、息が吸えなかったの。なんだこれと思って。で、口で吸おうと思ったのね。で、吸おうと思ったら、すっげえ痛かったの。なんでこんな痛いのってぐらい痛かったの。ってやった瞬間に、その空気が触れるだけで、って痛くなったのよ。これおかしいなと思って。で、喉をね、こうやって触ったのね。そしたら、ちょっと膨れてたわけよ。喉がね。で、熱持ってて、なんだこれと思って。なんか、おかしいなと思ってたの。顎をね、ポンって触ったのよ。ポンって触ったら、海みたいなのが、ピッて出てきたの。なんだと思って、パッて鏡見たのね。なんかあるかなと思って、パッて見たら、僕の顔、片面は平気だったんですけど、もう片方の方、真四角になってたのよ。ブワーって膨れ上がってたの。で、俺そんな姿、自分の姿見るの初めてだったから、めちゃめちゃ焦って、これなんだと思って、こっちがね、パンパンに腫れてたのよ。あれどっちだったっけ？こっちかな？ちょっと写真見せますね。左側か、腫れてたの。こっちだ。こっち側が腫れてる。で、こっちはね、通常だったんですけど、ここが、もう顎のラインがなくなるぐらいこう膨れ上がっちゃったのよ。本当に怖くなって、なんだこれと。で、頭の中にいろんなことを思い出したんだけど、ストレスなんかなとか、なんかいろいろと要因が重なってこうなったんだろうなと思って、って言ったの。って言ったら、声が出なかったんだよね。心の声がもう漏れたのよ。あれって言ったのね。あれって声が、いつもの声じゃないんだよね。あれどうなってんだこれ。この声。リロ&スティッチのスティッチみたいな。あいうえおかきくけこ。なかなか声が出しづらいです。なんじゃこれ。なんか鼻の奥と喉が詰まってる感じなので、多分ここに海ができてるって感じですね。これ作ってなくて、ずっとこの声。なんだこれと思って、自分の声がどれだかもわかんなくなって、喉も痛くて、息もすごい吸いづらいし、これ怖いなと。ただ事じゃないんじゃないかなと思った瞬間、クラってきたの。普段僕ね、ほとんど熱出ないからわかるんですけど、絶対発熱してると。しかも、かなり高い。39度とかのレベルじゃねえぞと。なんだこれと思って熱を測ろうと思って、体温計入れて、ピーピーピーって音が鳴ったから、確認したら、41度近かった。考えてることが結構、ふわふわしちゃったのよ。噂によるとなんだけど、人間って40数度まで行くと、なんかおかしくなるみたいなことは俺聞いたことあったのよ。で、40度は、過去経験したことあるんですよ。一気にいろんな、わかんないことが起きてて、で、体もすっげえだるいのよ。熱がしかもなかなか引かなかったんだよね。部屋に僕加湿器結構置いてるんですけど、このリビングに、広いから2台置いてて、で、もう1台を寝室、で、もう1台を作業部屋、もう1台を、ジムの方に置いてるんですけど、僕の家ジムがあるから、すべてここに集合させて、でっかいボトルみたいなのがあるんですけど、そのボトルに水パンパンに貼って、新聞紙を出して、こう水吸わせて放出するようにしたりとか、工夫して、何度かここの湿度を保とうと。それでも乾燥は、治ったは治ったんだけど、どうもね、やっぱ腫れが引かなかったのね。ご飯食べようと思ったんですよ。で、水飲もうと思って、水をちょんって入れただけで、めちゃくちゃ痛かったの。唾液を飲むだけで激痛が走ってたのね。で、水飲んだんだけど、めちゃくちゃ痛くて、でも我慢するしかないじゃん、水飲むのって。痛えと思ったけど、いやでももう水は飲みたいから、僕もね結構喉乾く方だから飲もうと思ってもう飲んで痛えと思いながら飲みながら、でもどうしような、ご飯食べてえなーつって。でもご飯食べてももちろんね、美味しかったは美味しかったんだけど、めちゃくちゃ痛えのよ、喉が。ご飯食べる時の呼吸もちょっとしんどかったし、もう喉が痛いっていうだけの感想なのでね、もう本当に心配になって、熱も本当に40度ぐらいずっと出続けるし、怖えなと思って一回調べたんですよ。喉に原因がありますと。で、リンパが腫れ上がってる可能性がありますと。なんかいろんなね、症状が出てきたのね。でも僕も言っても素人だからわかんないじゃん。
病院に行こうと思ったんだけど、病院に行くのがめちゃくちゃ大変なの。とりあえず熱下がんねえと病院行けねえなと。これどうしよっかなって、近くの病院行こうかなと思ってもなかなかこう動けないし、これどうしよう。調べたらストレスによるものですとか、声の出しすぎですとか、乾燥のしすぎです、何か菌が入ってる可能性があります、疲れです、いろんなね原因が出てきたの。でもまあ僕は分かんないからそういうので、もともとなんですけど、僕扁桃腺肥大って言ってちょっと大きいんですよね、扁桃腺が。喉がねもともとそんなにまあいい方ではないのかな、分かんないんですけど、まあでもね声とか出せるし、結構でかい方の声だと思うんですよね。声でこう遊んだりもするから喉は丈夫なんじゃねえかなと思ってたんですけど、まあ扁桃腺肥大も持ってるっていう、自分の中でもなんか自信持っていいんか悪いんかみたいな状態でそんなことになったから、でかつてなかったのね。こんなに腫れることなんかないじゃん。顔をねこうやって振るわけよ。こうやって振るとめちゃくちゃ頭痛いのよ。でなんか分かってんのよ、これ鼻詰まりとこの詰まりからの頭痛っての分かってんの。振るとねやっぱ頭痛いんですよ。痛ーっと思いながら、でもう一個に気づいたの。ここが揺れるの。腫れに腫れ上がったここの皮膚がブンって揺れんの。ここになんか油を差し込まれたみたいな、今までなかったものが急に揺れるから、なんか違和感と重たさを感じて眠ったわけなんですけど、朝起きたら枕が半分ぐらいもう海だらけになってる。やれること何かあるかなと思ったけど、ほんと病院に行くこと以外に何もなかったんだよ。だから病院にもうそのままね行って見てもらったら、まあ、やっぱ喉からのもので鎮痛剤出してもらったりしたんですけど、ものによったらなんだけど、ほったらかしたりとか、もっといろんなねこう喉になんか白いボツボツができたりとかしたらやばかったよみたいなこと言われて、で僕喉見たんですけど、僕真っ赤に腫れてたのよ。で白い点々出てるかなと思ったけど、まあ俺が確認した時はなかった。もしかしたら最終日の時とか本当に痛いって言ってる時はもしかしたらあったらかもしれないんだけど、めちゃくちゃ怖いじゃん。しかも物によっては呼吸がしづらいなと思った瞬間ここが閉じる喉の病気とかもあるらしくて、本当に呼吸しづらいなとか飲み込みづらいなってなったらすぐ病院来てくださいって言われて、俺あのままほっといたらどうしてたんだろうって思うぐらいのことが今年の初めにあったんですよ。いろいろとね調べたんですよ。したらもう期間ごと摘出する可能性もありますとか、最悪の場合死に至りますとか、そんなんが書かれてて、もう怖いじゃんそんなん。今年のシルクロードマジでついてないんですよというのがね、まあありました。いやー怖いなと思ったわ。だしマンションにさ俺住んでるから、下まで降りるのがすっげえ時間かかんのよ。以前ね1階に住んでた時があって、ちょっと1階に住んでる時があんまりいいことが起きなかったんだよね俺ね。僕がね1階にいた時にちょっと怖いことがあったんですよ。ピンポンがいっぱい来るとか、ね、外からフィッシャーズのオープニングの音爆音で流されるとか、人が侵入するとか。なので基本的にはね1階とかちょっともう勘弁してほしいなって思ってるんですよ。そうなるとやっぱり下に降りるのがすげえ時間かかるの。エレベーター使わなきゃいけないとかさなるじゃん。めちゃめちゃ億劫で40度もとかも出てる状態でフラフラになりながら道歩いたらさ、何起きるかちょっと怖いじゃん。ふらついた先にさ通行人がいたらさ怪我を負わしちゃうとか、なんか車が通るとかいろいろあるし、自分の命のことも絶対大切だから考えて無理してでも行こうって言って、ちょっと一回ほんと周りに気をつけながらもうマスクしてもう帽子かぶってもう重装備してもうこうね周りを見ながらちょっと病院に行って、そしたら痛み止めとかもらってお薬を処方していただいたがゆえ今僕元気なんですけど、皆さんもねお体に十分お気をつけください。本当にスティッチみたいな声でしょ。なんじゃこれ。もうこの声でね言っとけばよかった。ふふスティッチリロお花って言っとけばよかった。そんな場合じゃない。動画見てくれてありがとう。セカンドリー Twitter、Instagram 他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。